皆さんこんにちは。ズーガイドです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日も市川市動植物園のパンチくんの様子をお届けいたします。そして嬉しいニュースがありましたね。先日4月20日に誕生したばかりの赤ちゃんザルの姿も合わせてご紹介いたします。お母さんザルは片時も離さず赤ちゃんを抱えて移動していました。時折疲れを癒すように横になっている姿が印象的でした。人間の世界も同じですが、命を育むお母さんの苦労と愛情は本当にすごいです。パンチくんもこれから少しずつお兄さんとして成長していく姿を見せてくれるのが楽しみですね。群れで暮らすお猿さんの世界では、時として激しい喧嘩や一方的な攻撃が起こります。そんな時、攻撃されてしまったお猿さんが全く関係のない別の仲間にいきなり襲いかかることがあります。いわゆる八つ当たりです。この二次攻撃と呼ばれる行動は多くのお猿さんの仲間で見られますが、なぜわざわざ関係のない相手を攻撃するのか、その理由は長年の謎でした。しかし、お猿さんたちの行動をじっくり追いかけてみると、この八つ当たりには驚くべき防衛効果があると分かってきました。お猿さんの世界はとてもシビアです。一度誰かに攻撃されて弱気な姿を見せてしまうと、それを見ていた周りの仲間からも、あいつは今弱っているなと判断され、次々と追撃を受けてしまう危険があるのです。実際に攻撃を受けた直後の1分間は、その後と比べてさらに別の仲間から攻撃を受ける確率が格段に高いことが分かりました。ところが、ここで八つ当たりをしたお猿さんはどうなるでしょうか。驚いたことに、攻撃を受けた直後に別の誰かを攻撃し返した個体は、何もしなかった個体に比べてその後の追撃を受ける割合が大幅に下がっていたのです。お猿さんの八つ当たりは単にイライラをぶつけているだけではありません。周りで自分を見ている仲間たちに対して、自分はまだ強いんだ、決して弱くないと力強くアピールしているのです。木々を軽やかに飛び移り、力強く地面を駆けるニホンザル。そのダイナミックな動きを支えているのは、背中にある大きな筋肉、広背筋です。この筋肉がどのような性質を持っているのかを詳しく見ていくと、彼らの高い身体能力の理由が見えてきました。私たちの筋肉には大きく分けて2つのタイプがあります。一つは
持久力に優れた遅筋。もう一つは瞬発的に大きな力を出す速筋です。ニホンザルの広背筋がどちらの性質を強く持っているのかを確かめたところ、そこには瞬発力重視の明確な特徴がありました。広背筋の中で持久力用の筋肉が占める割合は 40% ほど。つまり残りの 60% 以上が爆発的なパワーを生み出す速筋で構成されているのです。体の他の部分と比べてみると、その特徴はさらに際立ちます。例えば、ふくらはぎの深いところにある筋肉、ヒラメ筋は、そのほとんどが持久力用の筋肉でできています。それに対し、背中の広背筋は圧倒的に瞬発力に長けた作りになっているのです。では、背中の筋肉が瞬発力優位であることは、お猿さんの生活にどう役立っているのでしょうか。広背筋は腕を後ろに力強く引くときに使われる大きな筋肉です。この筋肉が瞬発力に優れているということは、四足歩行で地面を力いっぱい蹴り出す時のエンジンとして、あるいは木から木へ飛び移る際に一瞬で爆発的なパワーを発揮するのに非常に適していることを意味しています。また、広背筋は背中の広い範囲にわたってつながっていますが、どこを見てもこの高い瞬発力が備わっていることが分かりました。ニホンザルの俊敏で力強い動き。背中全体に広がる瞬発力特化型の筋肉というしっかりとした体の裏付けがあったのです。野生ニホンザルの世界では、オス同士が隣に座ってのんびりしたり、毛づくろいしたりする姿がよく見られます。こうしたオス同士の穏やかな時間は、彼らが厳しい自然界で生きていくための大切な鍵を握っています。ある場所に暮らす群れのメンバーであるオスたちと、その周辺で自由に暮らすオスたちの生活を追いかけてみると、興味深い事実が見えてきました。彼らの生活は季節によってガラリと一変します。木の実や葉っぱを食べて過ごすのんびりした時期と、パートナーを探す恋の季節。この2つの時期でオスたちの関係はどう変わるのでしょうか。まず、のんびりした時期にはあちこちで見られた仲良しな姿ですが、ひとたび恋の季節が始まると、一頭の例外を除いて
仲良く過ごす相手も回数もぐっと減ってしまいます。代わりに増えるのがオス同士のぶつかり合いです。実はぶつかり合う理由も季節で変わります。食べ物を探す時期には美味しい餌をめぐって小競り合いが起きていましたが、恋の季節になるとそのほとんどがメスをめぐる争いへと変わるのです。ところがそんなピリピリとした空気の中でも変わらない特別な関係がありました。のんびりした時期に特に仲が良かったペアは恋の季節になってもその絆が消えず、そのまま仲良しで居続ける傾向があったのです。さらに驚くべきことに、この時期にしっかりと絆を深めていたペアほど、いざ恋の季節がやってきても激しい喧嘩に発展することが少ないということも分かりました。これは群れの中にいるオスと外で暮らすオスという本来ならライバルになりやすい相手同士であっても同じです。こうした彼らの振る舞いを紐解いていくと、季節によってオスたちが争うきっかけは食べ物から恋へと移り変わります。しかし特定の相手と築いた深い絆は季節を超えてずっと続いていくのです。穏やかな時期に育んだオス同士の友情こそが、いざという時の激しい衝突を未然に防ぐクッションのような役割を果たしていました。厳しい野生を生き抜くオスたちは、争いが起きる前から未来のトラブルを避けるための仲間づくりを大切にしているようです。春に生まれたニホンザルの赤ちゃんは、冬を迎える頃には体も大きくなり、母ザルの母乳だけではエネルギーが足りなくなります。そのため自分自身で食べ物を探して食べ始めなければなりません。雪深い北限の地、青森県の下北半島、ここで冬を越す赤ちゃんザルたちはお母さんとは少し違った戦略をとっています。厳しい冬の下北では食べられるものが木の芽や樹皮などに限られています。赤ちゃんはまだ力が弱く、硬い食べ物を処理するのが苦手なため、お母さんが食べているものとは別に自分でも食べやすいものを探して、時にはお母さんから離れて食事をします。一方で南に位置する鹿児島県屋久島、ここは冬でも緑の葉や果実が実る豊かな森が広がっています。この対照的な2つの場所で冬を過ごす赤ちゃんの行動を比べてみると、意外な違いが見えてきました。意外なことに食事に費やす時間の長さ自体は北でも南でも変わりません。しかしお母さんとの距離の取り方が大きく違っていました。
豊かな森が広がる屋久島の赤ちゃんは、下北の赤ちゃんに比べてお母さんから5メートル以上離れて過ごす時間がずっと長かったのです。さらに屋久島では、お母さんから離れた赤ちゃんたちが子供同士で集まって一緒に食事をするランチタイムのような場面が頻繁に見られました。なぜこれほどに違いが出るのでしょうか。冬の食べ物の豊かさが関係しているようです。食べ物が少ない下北では、赤ちゃんはお母さんが何を食べているかによって自分の居場所や食べるものを決めなくてはなりません。そのため、子供同士で集まろうと思っても、なかなかタイミングが合いません。しかし、食べ物が豊富な屋久島では、お母さんの動きに左右されず、自分の好きなタイミングで好きなものを食べることができます。その余裕がお母さんへの執着を弱め、子供同士で集まって過ごす機会を増やしているのです。厳しい寒さを生き抜くために、お母さんの顔色を伺いながら自立していく北国の赤ちゃん。豊かな実りに支えられ、友達との交流を広げていく南国の赤ちゃん。住む場所の環境一つで、お猿さんの子供時代の過ごし方も大きく形を変えるようです。野生のニホンザルの社会では、誰とパートナーになるかは非常に重要な問題です。これまでお猿さんたちは、お母さん方の親戚とは仲良くしつつも、近親交配を避けるために、お母さん方の家系とはパートナーにならないよう振る舞うことが知られてきました。では、最近になって注目され始めたお父さん方の家系についてはどうなのでしょうか。お父さんが誰かを直接知る術がない野生の世界で、彼らは血のつながりの遠い相手を本能的に選んでいるのでしょうか。その謎を解き明かすために、京都の嵐山と宮城県の金華山に暮らす群れを対象に、ある調査が行われました。抜け落ちた毛や糞から一頭一頭の家系の図解を科学的に作り上げ、実際に子供を授かったペアの相性を詳しく調べたのです。もしお猿さんたちが自分と遠い親戚を積極的に選んでいるのであれば、パートナー同士の血のつながりは群れ全体の平均よりもずっと低くなるはずです。しかし、導き出された結果は意外なものでした。実際にカップルになったペアの血のつながりを計算してみると、群れの中の平均的な数値と比べても特に大きな違いは見られなかったのです。つまり、お猿さんたちがこの相手は自分と遺伝子的に遠いから選ぼうと積極的に相手をより好んでいるわけではないということが見えてきました。ただし、興味深い点も一つあります。この調査では、極端に血のつながりが濃いペア、つまり非常に近い
親戚同士で子供を作っているケースはほとんど一組も見当たりませんでした。彼らは自分と最も遠い遺伝子を持つ相手を特別なセンサーで探し出しているわけではありません。パートナー選びはある程度の偶然の出会いに任されているようです。しかしその一方で、近すぎる親戚との間には何らかのブレーキが働いているのかもしれません。緻密に計算された選択か、それとも自然な流れに身を任せているのか、お猿さんのパートナー選びは私たちが想像するよりもシンプルで不思議なバランスの上に成り立っているようです。春に生まれた赤ちゃんザルも少しずつ成長して、お母さんの腕の中から離れて一人で遊ぶ時間が増えてきます。そんな時、お母さんザルはじっと座っているように見えて、実はその視線は常に我が子の周りを鋭くチェックしています。お母さんはただ闇雲に子供を見続けているわけではありません。我が子の周りに誰がいるかによって見守る回数を賢く調整していることが分かっています。特にお母さんの視線が釘付けになる相手がいます。それは自分よりも群れの中での順位が高く、さらに親戚でもない他人の大人のメスが子供の近くにいる時です。なぜ彼女たちが近くにいると、お母さんはそれほどまでに警戒するのでしょうか。実は自分より上の立場にある他人のメスは、赤ちゃんに対して時として激しい嫌がらせや攻撃をすることがあります。赤ちゃん自身もそれをよく分かっていて、そんな相手が近くに来ると不安そうな声を上げてお母さんに助けを求めます。お母さんは我が子がピンチに陥る可能性を瞬時に察知し、視線を離さず警戒レベルを最大に引き上げます。一方で、お母さんがふっと肩の力を抜いて見守る回数を減らす場面もあります。それは赤ちゃんの近くにお兄ちゃんやお姉ちゃんといった年の近い親戚がいる時です。血のつながった頼もしい味方が近くにいれば、いざという時に自分に代わって赤ちゃんを守ってくれる。お母さんはそう確信して見守る役割を彼らに任せ、自分の時間を過ごしているようです。誰が味方で誰が危険か、お母さんザルは群れの複雑な猿の関係を完璧に把握した上で、限られたエネルギーを我が子の安全のために最も効率よく配分しています。皆さんはサッチャー錯視という言葉を聞いたことがありますか？顔の中の目や口だけを上下逆さまにした奇妙な写真でも、顔全体を逆さまにするとなぜかその異変に気づかず普通の顔に見えてしまう。
そんな脳の錯覚のことです。私たちは顔を見るとき、パーツをバラバラに見るのではなく、目や鼻、口の配置を一つのまとまりとして捉えています。この高度な能力は私たち人間だけでなく、お猿さんたちにも備わっていることが分かってきました。では、この顔を見分ける力は生まれつき持っているものなのでしょうか。それとも成長の中で身につけていくものなのでしょうか。その謎を探るため、生後間もないニホンザルの赤ちゃんたちに協力してもらいました。実験では、お猿さんの顔と人間の顔、それぞれのサッチャー錯視を見せて、赤ちゃんがどれくらい興味を示すかを確かめました。すると、生後2ヶ月から4ヶ月の赤ちゃんザルにおいて、非常に興味深い反応が見られました。大人の猿であれば、自分と同じお猿さんの顔にしか反応しないはずのこの錯覚に、赤ちゃんザルはお猿さんの顔だけでなく、人間の顔に対しても同じように反応したのです。生まれたばかりの赤ちゃんは、まだ相手が誰であっても顔としての特徴を幅広く捉える柔軟な目を持っているということが分かりました。しかし、この柔軟な能力は大人になるにつれて絞り込まれてきます。自分の仲間であるお猿さんの顔を見分けることに特化していき、別種である人間の顔に対しては、こうした特別な反応が消えていくのです。成長とともに必要な情報にだけ集中していく仕組みは、人間の赤ちゃんが言葉や顔を覚えるプロセスとそっくりです。ここでオランウータンのポポちゃんの様子もご覧いただきます。今、段ボールをすっぽりかぶっているのがポポちゃんです。撮影日はとても日差しが強かったので、日よけにしているのでしょうか。それともたくさんのお客さんに見られるのが少し恥ずかしくなっちゃったのかな。ひょっこり隠れている姿が何とも言えず可愛らしいですよね。最後までご覧いただきありがとうございました。市川の猿山に新しく加わった命を、これからも温かく見守っていきたいと思います。この動画が良かったなぁ
と思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの感想やお猿さんたちへの応援メッセージなどコメントもたくさんお待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。